皆さんこんにちは。日本語教師の手塚です。今日は日本語のビジネスメールの書き方について勉強したいと思います。日本で仕事をする人の多くは毎日メールを使いますね。私もそうです。実は日本語のビジネスメールの書き方はだいたい決まっているんです。その形を覚えたら日本人みたいに綺麗なメールが書けるようになりますよ。ぜひ今から一緒に学んでいきましょう。日本のメールの書き方の流れを簡単に説明します。一つ目に、件名で内容を知らせます。そして本文には、相手の名前、挨拶自己紹介、要約、内容、挨拶、署名、この7つを書きます。では、一つ一つ詳しく見ていきましょうか。まずは、件名からです。メールの中でも、件名は特に大切です。日本人は他の国と比べて、メールをチェックする時間が短いと言われています。つまり、件名を見て、大事じゃないなと思ったら、そのメールを見ないことも多いんです。件名をわかりやすく、そして簡単に書くのが、まず日本語のメールの大きなポイントとなります。よく表現として使うのが、N 名詞について、N の件、N のご連絡です。例えば、会議日程について、資料送付の件などですね。他にも、お願いするときは、N のお願い。ありがとうとお礼を言いたいときは、N のお礼。相談したいときは、N のご相談というように、わかりやすく件名に書くのもいいですね。件名が書けたら次は本文です。本文で意識すべきなのは、最初と最後の挨拶ですね。日本語メールの難しいところは、誰に書くか、どんな内容かによって、挨拶も言葉も全然違うということです。このビデオでは、社内、つまり同じ会社の中の上司とか同僚に出すメールと、社外、取引先とか他の会社に出すメールに分けて一つずつ表現を紹介していきます。まずは相手の会社と部署と名前を書きます。名前は名字だけでもいいですが、名前まで書いたら丁寧になります。名前の最後に必ず様をつけてください。次に短い挨拶と自己紹介をします。社内ならお疲れ様です。社外ならいつもお世話になっております。〇〇会社の手塚祐希です。というふうに表現を使うといいと思います。それから要約しましょう。メールの目的や理由を短く簡単に書くことができます。例えば、〇〇のためにご連絡いたしました。〇〇についてご相談いたします。〇〇の件でメールさせていただきました。このような文ですね。この書き方は社内でも社外でも同じですから大丈夫です。内容はわかりやすく書きましょう。そのために箇条書きを使ったらいいです。例えば、こんな風に日時、場所、参加者などを書いたらいいですね。そして伝えたいことを書いて最後にもう一度挨拶をします。例えば、最後によろしくお願いしますと言いたいとき、社内であればお手数をおかけしますがどうぞよろしくお願いいたします。社外であればご多忙のところ恐れ入りますが何卒よろしくお願い申し上げます。このように
表現を変えて書くことができますね。そして署名をします。署名の部分には会社名、部署名、肩書き、担当者名、住所、電話番号、ファックス番号、メールアドレス、ウェブサイトの URL などを書きましょう。この書き方は会社によって違いますから、よくチェックしてみてくださいね。ここまでいかがだったでしょうか？では一つ、メールの例を見てみましょう。打ち合わせについてのメールを取引先、社外に送るという例です。最初に件名で簡単に内容を伝えます。件名、打ち合わせ日程のご相談。それから本文に、X 株式会社営業部〇〇様と相手の会社と部署と名前を書きます。それからお世話になっております。〇〇会社営業部の手塚祐希です。挨拶と自己紹介を書きます。何々の件についての打ち合わせのことでメールさせていただきました。短く伝えます。つきましては下記日程のうち、安田様のご都合の良い日をお知らせいただけないでしょうか。ここが内容ですね。訪問希望日時を箇条書きで書くこともできます。そして最後に、ご検討のほどどうぞよろしくお願いします。と挨拶をして締めました。一番下には自分の署名が書いてあります。会社、部署、名前、住所、電話番号などですね。はい、いかがでしたか？今日は日本語のメールの書き方を紹介しました。他にももっとこんなことが知りたいとか、こんな時どうやって書いたらいいの？ということがあったら、ぜひコメント欄に教えてくださいね。いいと思ったら、いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。